庭菜園ライフ。皆さんこんにちは。目黒区で菜園をしている川西です。同じく目黒区で菜園をやっている西川です。今日は7月18日から7月24日までに配信した動画にいただいたコメントにお答えしていきます。西川さんも関東地方とても暑いですね。暑いですね。今日なんかもうね、表に出るだけでクラクラするみたいな感じですね。そうですね。だいぶ畑も水分がなくなって乾いてきたようですから、そろそろ水やりを頻繁にやらないといけない季節になりましたですね。はい、今日は大きい自培の大玉スイカを収穫することができまして、私たちね菜園仲間でちょうど食べていたところでした。皆さんも美味しく夏野菜いろんな方法で食べられてるんじゃないかなと思いますけれども、まだまだこれからどんどん収穫できると思うので、暑い中ですが熱中症に気をつけて頑張っていきましょう。それでは行ってみましょう。一緒にやろうか。それでは行ってみましょうかな。もう一回せーの。それでは行ってみましょう。家庭菜園ライフ。7月19日に配信されました花芽が枯れる原因と対策の動画にコメントいただきました。トマトが大きくなってくる段階で水を切っています。しかし赤くなる頃に青枯れ病になります。何かいい対策はありますかということですけれども、この方ね、水を切って育てているということですが、いかがでしょうか。実際に青枯れ病なんでしょうかね。水を切りすぎて、水分不足で花がしおれてくるんじゃないでしょうか。やはりこの時期実割れとかいろいろ起こりますので、適当に水をあげた方が、健康に生育すると思いますので、あまり水を切ることに執着しないで、ある程度換水しながら、健康なトマトを育てていただいた方がいいんじゃないでしょうか。そうですね。今年は特に暑くて、トマトってね水をあげない方が甘くなるよっていう基本のセオリーがあるとは思うんですけれども、ご質問者様がね住まわれてるとこがどこか地域にはよると思うんですけれども、東京で私たちの菜園のトマトに関してはちょっと今年はしっかり水をあげています。なのでちょっとその辺気をつけていただくといいと思います。ちなみに青枯れ病だっていうのをきっちり判定できるような方法っていうのはあるんですか？ないですね。最終的に枯れた段階で、根を見るしかないんですけど、青枯れ病の場合昼の間は萎えてしまって夜は元気になって、それを繰り返しているうちについに枯れてしまうというのが実際の症状なんです。だけどそれは実際に育ててみて長い間見ないとわからないんで、青枯れ病でなくても水が不足するとかなり葉がしおれてきますから、よく青枯れ病と似たような症状になるんで間違われているのかもしれません。わかりました。そうしましたら今年そちらのトマトの苗を片付けるときにしっかり根っこチェックしていただいて、青枯れ病だったのかそれとも水不足気味だったのかなっていうのをまた来年のヒントに生かしていただけたらいいのかなと思いますので、ぜひ今年は少しまたちょっと工夫して頑張ってみてください。はい、続いては同じ動画にご質問いただきました。ナスにアリが大量発生していてアリの巣があるのだと思いますが、これは対策しなくていいですか？アブラムシは見当たらないのですがということですが、まずねアブラムシの出す甘い汁にアリが寄ってくるっていうねことが起こってると思うんですが、この方アブラムシはいなかったっていうことですね。アリの対策どうしていきましょうか？そうですね、はい、別にアブラムシがいなくても樹液が出ていたりするとそこをアリが食べたりとかいうのもありますので、できるだけアリの巣を見つけて、掘り返してアリの巣を潰していただいた方がいいですね。なるほど、はい、具体的にはどのようにすればいいですか？そうですね、アリの張っていくところ、土に潜るところを見つけたらそこを移植ごとでどんどん掘っていただければアリの巣が全体像が分かると思うので、それを掘り返して潰してしまえば新しく構築されるのに時間かかるので、まずは掘って潰していただくというのが重要ですね。はい、またアリの対策については過去にこういった動画もありますので、よろしければご参考になさってください。はい、続いて7月21日に配信されました人参の種まきの動画へのコメントです。プランターでやったのですが人参すごく難しいですね。発芽したんですが全滅しました。またチャレンジしますということですが、人参の種まき難しいですかね？難しいですね。難しいですね。発芽しても十分に育たないでこのぐらいの人参が取れる時もあります。長い枝かけても
ですからやはり育てやすい人参の種類を選ぶというのが重要だと思います。どういった品種がいいですかね。時なし人参とか、はい、いろいろ出ていますので、そういうものを選んだ方がいいと思います。これですね。それですね。甘い時なし五寸人参恋心という品種で、こちらがおすすめになってます。こちらどういうところがいいですかね。まずは育てやすいで、太くなる、サラダにも向くしジュースにも向くということで使いやすい人参ですから、やはり初めての方はこういう育てやすい人参を選んでいただくのがいいかなと思います。はい、たくさん品種あると目移りしてしまいますけれども、こういったね栽培期間短いものだと初心者にもやりやすいと思うので、ぜひやってみてください。続いて7月20日に配信されましたさつまいもの動画にいただいたコメントです。つるをそのまま埋めるのではなく、切り取ったつるを初めに植えるのと同様に植え付けてはどうですか。そうすれば2倍どころか無限に栽培できそうな気がしますが、ということですけれども、西川さんこちらはどうでしょうか。そうですね、つるの植え付け時期というのがあって、やはり5月の後半から6月というのが植え付け時期で、その時はつるを実際に切ったものを植えていきます。しかし今頃の時期8月になって伸びてきたつるがあるので、これを切ってじゃあそれでクローン栽培ができるかというと、そうじゃなくて実がつかないで、根ぐらいはつくかもしれませんけども実がつかないような状態になります。ですから植え付け時期次第でそういう方法も可能なんですけど、早い時期でしたらということですね。そうです、早い時期だったら大丈夫です。一度試されるならば、伸びたつるを土に埋めて不生根を出させて、でそれを切って植えてみると、多分実はつかないと思いますけれども、それからつるがどんどん伸びるということは楽しめると思います。やはり暑さが原因になりますか。暑さが原因ですね。早い時期でしたらそちらのような方法をぜひ試してみていただきたいです。7月21日に配信されました柔らかいオクラを収穫する方法の動画にいただいたコメントです。プランターのオクラ丈が60センチ強の花芽が2センチにもならないうちに枯れてしまいます。調べてたどり着いたのがおそらく木ボケかなと。8種以降追肥は全くしていないのですがということなんですけれども、オクラの花芽が落ちてしまう、おそらくおっしゃるように木ボケの症状ではないかと思います。木ボケの場合2つ要素があって、1つは窒素肥料の過剰、もう1つは灌水をしすぎて木ボケを起こしてしまうということなんですね。プランターで栽培されているということですから、かなり頻繁にお水をあげておられるんだろうと。そうすると湿気も増えますから、木ボケを起こしてしまう可能性が高くなります。追肥はされていないというので、おそらく、水のやりすぎが原因かと思いますので、水を少し控えていただいた方がいいんじゃないでしょうか。なるほど。つまりでも今ねとても乾燥する時期ではあると思うので心配ですね。そうですね、湿気がたまらないとはいえそうですね、水やり難しいですけれども、追肥をするという考えはどうでしょうか。逆に追肥をして窒素分が増えるとやはり木ボケの症状が起こります。はい、他のものでも、よく起こるつるボケと同じような症状になりますので、できるだけ灌水とそれから肥料のコントロールを綿密にやっていただくのがいいかと思います。はい、そうですね、ちょっと湿気対策よくしてみてください。はい、続いて7月22日に配信されましたネギ追肥のコツの動画にいただいたコメントです。化成肥料はダメですかということです。西川さん、こちら肥料の選び方どうしたらいいでしょうか。別に化成肥料でも問題はないと思います。ただ追肥ですから徐々に効いてほしいので、化成肥料でも遅効性という品種がありますから、それを選んでいただければ何の問題もないと思います。この種類有機か化成かということよりかは、しっかり効き方の加速度をコントロールするということが重要だということですね。はい、他に気をつける点ってありますか。ネギの肥料のポイントで。特にないと思います。通常販売されている遅効性の化成肥料で十分だと思いますので、はい、そういうものを選んでみてください。続いて7月23日に配信されましたかぼちゃとスイカを秋まで収穫する方法の動画にいただいたコメントです。追肥などで使用されている鶏粉が一般的に使われている発酵鶏粉ではなさそうなのですが、どのような状態の鶏粉なのかを視聴者の皆様にも分かりやすいように教えていただきたいと思います。
商品名などの情報も差し支えなければお願いしますということですけれども、こちらでこの農園は、そうですね、こちらで使っている鶏粉は、発酵させてその上で、ペレット状にしたものの鶏粉を使ってます。メーカー名はメサトコンポストというところの発酵鶏粉になります。やはりしっかり発酵したものを使っているんですよね。そうです。未発酵のものは、とても匂いが強くて、住宅に近いような畑では使いにくいと思いますので、やはり発酵鶏粉が、適当なようですね。で続きまして7月18日に配信したシソの切り戻し作業の動画にいただいたコメントです。シソとは全く関係ないんですけれども、畑をしながらどのように美肌を保っているのでしょうかというご質問、私の動画にいただきました。ありがとうございます。全然美白ではないんですけれども、やはり西川さん美白対策されてますか？してないですしてないですね。まあ日焼け止めを使うぐらいですから。そうですよね。そう、女性としてはね、やっぱり畑で作業どこが一番ネックになるかっていうと、やはり日焼けの対策になってくると思います。私は日焼け止めをとにかくたくさん持ち歩いたり、家の至る所にハンドクリームとかそういう保湿するようなものをいろんなところに置いてこまめに保湿するようにしています。なのでもう本当にちょっとずつの対策にはなりますけれども、一歩一歩頑張っていきましょう。はい、なのでまたいろんな質問お待ちしています。今日は7月18日から7月24日までに配信された動画にいただいたコメントにご回答していきました。西川さん、今日も盛りだくさんの質問いただいてて、そうですね。ありがたいですね。いつもたくさんコメントありがとうございます。全然答えきれていないんですけれども、これからも答えていきたいと思うのでまたお願いします。今の時期どうですかね、感想としては。そうですね、今の時期夏野菜真っ盛りですからね、いろいろ疑問も湧いてくるだと思うんで、疑問があったらどしどし質問していただくと、こちらも勉強になりますので。そうですね、はい、私も今年もいろんな勉強があってもう反省ばかりなんですけれども、また来年に生かしていきたいなと考えているところです。はい、それでは皆さん今週もありがとうございました。また来週もお会いしましょう。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた。それではまた。